たんで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ネタ持ってきたの？あ、そう。私も嬉しいです。なんかもう、ちょっとどうなのかなって1ヶ月目のはい。時が、なんか好転反応みたいにすごく悪化しバーって出たじゃないですか。はいはいはい。あの時にもうなんか、あれ効果ないのかな、どうなのかなっていう不安があったんで、はい。だから逆に1ヶ月やってダメだったらみたいな感じでおっしゃってたんで、そう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 。その後、2週間目、2週間もっと延長してやってみましょうって話になったじゃないですか。はい。あの時ちょっと迷って、でももうここまでやったし、まだ諦めたくなかったから、それでやってここまでグッて良くなってきたから、良かったなと思って、逆に1ヶ月で終わらせなくて良かったなってすごい思ったんですよね。いや、まさしくそこですよね。僕、うん。一番最初、治療を始めた時に、うん。最初1週間か10日ぐらいで好転反応出たじゃないですか。はい、出ました。その時僕すごい実感があって、あ、これはいけるなっていう実感があったんですよ。あ、そうだった。そうなんですか。1週間10日え良かった肯定反応出た、あとはもう改善していくんだろうなと思ってたんですけど、でもはい。1ヶ月経って全然その改善する兆しがなかったじゃないですか。はい、なかったですね。なんか、なくて、悪化して、ね、停滞してた感じで。そう、でね、そのみゆちゃんの、そのステロイドもそんな体の中に入ってないし、悪いものも食べてないし、はい。どう考えてもその改善していくスピードが遅かったんですよ、僕がね。はい。これあかん、もう返すつもりだ、これあかん。でもこの1週間か10日ぐらいで一気に加速しはい。たよね。そうですね。私も今までステロイド一回も使わせたことなかったし、添加物とか農薬とかすっごい気にしてた生活してたし、悪いもの入れないようにずっと気をつけてたんで、はいはいはい。なんかそんな肯定反応が出るなんて思ってなかったんですよ。その、肯定反応ってステロイドを使ってきてた人がバッて出るような感じなのかなって。ね、まさかのそういうあれなんだと思って、そう。でもこの、ね、1ヶ月ちょっと過ぎてからの1週間、2週間でバッてすごい改善がしてきて良くなってきて、あ、ですよ。もうこれいけんなって、もうそっからはもういけんなっていう気持ち、もう毎日楽しみ、やるしかねえって。うん。毎日が楽しみですよね。もうあと改善していく。そうです。起きてから、朝起きてどうなってるかなって見るのが、一番顔が、携帯、あね、携帯の顔見るのが楽しみになっていく。そう、見えのか開いたからね。顔が真っことを考えたら、かなりはい。良くなってる気がしますね。そうですよね。今、夜ってもうぐっすり眠れます？はい、一回も起きないですね。今まではどんな感じだったんですか、夜寝てるときは。でも、何ヶ月、3、4ヶ月はずっともう30分とか1時間おきぐらいにゴロゴロ起きて、で、やっぱかゆいって言って書き出しちゃって、もう血だらけになるぐらい書いてたんですけど、で、もうだから私も眠れない状態で、夜は中とかがやっぱ一番気にして、一番夜が書くんですよ。夜に、で、やっぱりこの年齢だから眠りも浅いじゃないですか。うん。だからそれもあってなのか、すっごいもう目覚めがすごい悪くって、で、夜中深夜とかに起きて、1時間、2時間ずっと書き続けるとか、ひどい時は4時間ぐらい起こしたまま、翌朝迎えてとかっていう感じがずっと何ヶ月も続いてて、で、もう1週間以上、朝までぐっすりですね。でもう1回も起きないです、一回も起き朝まで。1回も起きないです、もうずっと。まあ、なんだろうな、寝返り打ってもぞもぞしたり、なんかね、子供だからそういうのはあるんですけど、もう書いて泣いてとかっていうのがない。私もだから朝までぐっすり眠れてて、はいはい。もうそれがすごい今、嬉しいですね。そこまで、はい、ぐっすり眠れるようになってくれて、多分肌の回復も良くなってきているんだろうなって。眠れてるってことは肌再生も寝ている間に修復してくれてるだろうし、
そうですね。なんかもう私も、その夜中の深夜のその格闘っていうか、もう泣きわめいて暴れて血まみれになってる。これ見てんな。そう、その娘を見てるのが本当辛かったんで、これ見てるなって。あの、今だから話せる話なんですけどね、今だから話せる話。はい。僕、はい。さんから電話が一番最初もらったときに、はい。黄色ブドウ球菌の治療を受けたいんですと。で、その受けたい人が、はい。赤ちゃん、2歳の赤ちゃんですって聞いたときに、僕もう断る気満々だったんですよ。もう無理ですって言うて。だって、はい。その子供に対しての治療の経験がないから、経験がないことをするはい。って言って、一回断ったじゃないですか、一回ね。無理ではい。はい。でね、一番最初のコンサルだったかな、確か、あれ、車の中でしたっけ、萩原さんが。はい。車の中でした。で、はい。その中でコンサルしたときに、もうたまたまですよ、たまたまみゆちゃんがカメラの中に入ってきたんですよ。はい。で、顔が赤くて、はい。これはちょっとやったらなかんなって、あれ、心がちょっとスイッチがオンになった。ああ。だからあの時、コンサルの時にみゆちゃんが多分いなかったら、僕多分やってないかもしれないですね。ええー、本当ですか？あの姿見たら、え、ほっとけなうん。いですね。もう本当にひどかったですね。あれが結構、肯定反応出た時もかなりピーク来てるなと思ったんですけど、あの時もかなりひどい状態で、そう、もう外に出せない状態なのに、あれ無理やりお兄ちゃんのあれで外連れ出さなきゃいけなくって、で、時期も時期で暑くなってきてたから余計に暑い、かゆいってなっちゃってた時だったんで、結構ひどかったですね、あの時。でも多分先生が断っても私それでもやりたいですっておそらく言ってたと思います。めちゃくちゃ言ってた、もうやりたいですって言ってました。だって私はもう病院に行って治療するって選択がなかったんで、もうそれ以外でやれる方法はもうたくさんいくらでもやってきたし、で、やっぱお医者さんが言われることってやっぱ同じだし、なんか先生が言ってたこととか、おっしゃってたことの内容の方がもうグッて頭に入ってきたし、すごいそれが信用できるなと思ってたんで、はいはいはい。でもこの先生のとこでやれば絶対良くなるだろうなって思ってたんですよ。恐縮です。いや、そう、だけど、なんかやっぱ初めて聞いたじゃないですか、その電話した時に、実は子供の例がないんですって初めて聞いて、と思って、なんかてっきり子供も良くなるんだろうなと思って、もう希望に満ちた感じで電話してたんで、それ聞いて、って思って、ちょっとショックはあったんですけど、じゃあ私が第一号になろうと思って。でしたね。もう、はい。で、子供さんってね、やっぱめちゃくちゃ怖いんですよね。大人と反応が違うじゃないですか。はい。体温も違うし、その血圧もう違うし、ん、数も違うんで、僕もやろうぜって言った割には、やっぱすごいドキドキしてたんですよ、毎日が。なんか、怖いですね。はい。本当に。だから、うん。まあ、普通大人だったら2時間って言ってましたけど、1時間の入浴から始めてね、はい。やったじゃないですか。はい。で、僕思ってたんですけど、子供さんを1時間でも入れるのって結構難しくないですか？難しかったです、最初。なんでかっていうと、もう肌が、もうあの状態じゃないですか。もうほんとひどい、傷だらけ、血だらけで、湿疹真っ赤っかの状態で、あれで、39度とか38度とかのお湯に入れるっていうのが痛がって泣いて、やだやだって。お風呂自体嫌がってたんで。はい。そう。それちょっとできるかなって思ったんですけど、最初だけでしたね、でもそれ。1時間っていう風に先生に言われてたんで、30分入れれば私の中ではもう OK って感じで、それを朝と夕方、夜とかに入れて、合わせて1時間やって、実際ちょっとずつ書かなくはなってきたんだけど、やっぱ痛い、かゆいで、書き壊し、包帯してなかったらもうアウトだなっていう感じだったんで、その1ヶ月目はお風呂にどうやって長く入らせようかばかり考えてましたね。おもちゃをあらゆる使って買って、で、やっぱ一緒に入って、こうやって入ろうね、みたいな。でも、
分だけだったんで、お腹のとこまでとか、立ったままの状態で入ってることが多かったから、割ともう、入れればいいやっていう考えでした。もう入れればっていう。もう、そう。浸かりなさい、じっとしなさいってダメですもんね、そんなの。子供には。無理、絶対無理です、それは。もう強制的に入れるってなって、多分もう嫌だってなって、入れなくなっちゃうなって思って。ですよね。そうですね。それは絶対できないなと思って、もうそれも、ある中で、なんとか、ちょっと足半分だけでも使ってればいいなっていう感じで思ってたんで、でもそれ1ヶ月目過ぎてからはもう余裕でしたよ。もう入るのは全然苦痛でも何でもなくって、娘も、入ってる時はおもちゃで遊べるから、なんだろうな、テレビつけてあげたり、おもちゃをいっぱい用意してあげたり、一緒に遊んであげたりすると、割と全然気にせず入れるようになってきて、で、だんだんかゆみとかも、なんかこう、傷が修復されてきてるから、痛いとか言わなくなって、かゆみも収まってきたからか、2ヶ月目にパパが初めて2時間入った日があったんですよ。2時間 ?1 ヶ月過ぎて、はい、1ヶ月過ぎて、私はもう1時間でいいよ、2時間でいいよって先生から言われてたから、1日のトータルが2時間超えなければいいなと思ってたんですけど、パパがもう、なんかすごい、やるぞってなって、2ヶ月目から。で、1回で2時間入った時に、すごいなんか、いい感じに汗いっぱいかいてていい感じだなって思って、意外と入れるじゃんってなってから、もうずっと2時間以上。大人でさえ2時間入るのが結構苦痛で、結構弱音吐く人もいるんですけど、でも赤ちゃん、ゆうちゃんが2時間入るってすごいですよね。多分、おもちゃとか、そういう効果と、あと、肩まで使ってないから、お湯も39度以上に上げないようにしてるんですよ。39超えるともうかゆがありますね。40度で追い炊きしたりするともうかゆがってわーってなっちゃうから、出るって熱い嫌だってなっちゃうから、39までにして、だいたい38度ちょっとぐらいで、下がったら追い炊きしてっていう風にやって、それでも遊びながらだから立ってるんですよね、ほぼほぼ。立ってる状態で。って感じもう半身浴です。もう半身浴状態で、私も、肩まで使ってないですし、一緒に入って遊んでるだけだから、換気扇回したりして、風ちょっと、乾かしながらやっての2時間だから、そんなに全然大丈夫ですね。苦痛とかないですね。多分、みえも暑いだろうけど、肩まで浸かるっていう条件だったらもうできないなって。ですよね。いや、よかった。脱水症状起こすんじゃないかなって常に心配してて、だって赤ちゃんって、ママ、喉乾いた、お水ちょうだいって言えないでしょ。言わないですね。なんか、喉乾いた、暑いは言いますね。喉乾いたとか、ジュース飲みたいとか、どうだろうな。言う前にもう出して、常に置いてある状態にしてるんで、マグに入れてて、それをもうこまめに飲ませる意識はしてて、一緒に飲みながら入ってるから、様子見てても、なんか、のぼせてるとか、脱水症状起こしてるような症状が、今まで一度もないですね。いや、1ヶ月過ぎぐらいで、だいぶピークも超えて、あとはもう改善する、もう流れだと思うんで、もう大丈夫だと思いますよ。もう治っていく方向に行ってますよね。滑り台のように、いい感じで。滑り台のように。とりあえずめちゃくちゃ良かったですわ。はい、本当に良かった。私も主人と話してるんですけど、1ヶ月目でやめないでよかったねって。そうですね。なんか2週間が勝負、1ヶ月目で効果がなかったらみたいなことを聞いてたんで、これどうしようかなって思ってたんですけど、で、その2週間ちょっと延長してやってみますかって言ってやってよかったなって、それでちょっと効果が出てきたから、じゃあやりますってなって、
そうですよね。うん。本当事例がないって怖いです。なんかそう、どうしてやっていっていいのかとか、そうでね、す。症例もなかったから、私も判断が難しかったっていうか。そうですうん。よね。まあ、今回、みゆちゃんが、まあ、子供さん第1号として、一応、ね、奨励できましたけど、でも、これからね、はい。まあ、3歳、4歳、5歳のお子さんの、その、治療の依頼が来たときに、僕がその治療するかっていうと、多分、どうかわかんないですね。萩原さんだからやったみたいな感じ。本当ですか。わかんないっていうのは、ステロイド使ってないとかで、だからですか？そうではなくて、その、母親がね、子供さんの治療に対する思い、これはほっとけうん。その思いが僕伝わったので、あ、この人だっはい。たら、ちゃんとね、入浴してる時も面倒見てくれるんじゃないかなっていうのは安心感があったんです。ああ、うん。ああ、なんか、そうですよね。リスクがあるって。うん。風呂ね、赤ちゃん入れてほったらかしにする親も多分いると思うんですよ。やっぱ大変だから。うん、うん、そうですね。長い時間ずっとって、あと環境もありますよね。兄弟がいたりとか、そうそうなんかしてたりとかっていうあれだと、つきっきりにできない場合もありますもんね。あります。そうなったら赤ちゃんできる危険性もあるでしょう。もう怖い怖い怖い、そんなの。うん。では、ああ、はい。私も最初そう思ってました。ずっと、もうずっと一緒に監視して様子見ながらちゃんとちょっと慎重にやっていかないといけないなって思ってて。もう、子供の場合、お湯の温度上げるのもちょっと怖かったぐらい。そう、そうなんですよ。子供さんの場合は絶うん。対怖いですよ。うん。もう毎日ハラハラドキドキしてたんで、ちょっと寿命が3年ぐらい縮まったな、こりゃ。はい。いい意味で、いい意味で、ちょっとでも、ドキドキしました。そう、いい意味で。でも私もそれ思ってて、だから結構先生に連絡はしてましたね。ほうれん草はしてました。そうです。意識して。今日はどんな感じでしたとか、写真を送ったりとか、はい。ちゃんとちょっと、コンタクト取らないとなと思って。そうですよね。これでもう多分、その、児童虐待、もう多分、心配ないと思いますよ。ああ、そううん。ですね。この間、はい。でも来た時に、みゆの顔見て、すごく、あ、良くなってますねって。はい。まだちょっと赤いは赤かったから、で、包帯巻いてるじゃないですか。はいはいはい。だから体とかも、最初の頃のひどかった時のこととか見てないし、顔だけなんですよ、その人が見てるのって。だから、ちょっと全体的な良くなったっていうのは、わかんないかもしれないですけど、顔見て、あ、良くなってますねって言ってて。そうですよね。その虐待のうん。手が、ね、お母さんにかかってるっていうのはちょっと笑えますよね、本当に。アトピーが悪くなっただけでね。もうありえない。いやもう本当になんでそうなるのっていう気持ちです。私は本当にもう直してあげたくて、よくしてあげたくて、もう本当に頑張ってやってるのに、そうやっていう風に見られちゃうんだなって。なんあか世の中の、ね、なんか治療、ステロイドを使わないっていうのが頭おかしいみたいな感じで思われてるのが、なんでと思ったけど、だからこの先生に治療を言ったのも、病院に行ってくださいって言われてたから、まあ、行くは行くんですけどね。病院行ってもいいんですけど、病院行っても治らないって思ってるんで、だからこういう先生との今治療やってますって言ってちょっと理解を得られたっていうのも大きいですね。そうですよね。もううん。子供さんのアトピーが治るかどうかはもう母親にかかってるんでね、これ間違いなく。はい。うん。はい。で、もし子供さんの状態、子供さんでね、アトピーの状態でずっとステロイド漬けになった場合、大人だったら母親に責められますからね、お母さんなんでステロイド使ったの私の肌見てよって言った時に、うん。お母さんどううん。でしょうごめんって言うしかないでしょはい。う。まあ、とりあえず、ステロイドを使わずに、もうアトピーここまで改善できたっていうのは、ああ、よかったって感じです。ああ、よかった。はい。だうん、ほんとよかった。うん。うん、もう一なんか、まで、もうそうですね、もう最終手段はステロイドしかないのかっていう思ってたんで、もう使う手段はなかったですけど、はいはい、もう本当にダメだったらそうやってステロイド使うしかないのかなってそうですよね。思ったんで、心折うん。りますから、やっぱり折れるともうステロイドしかなくなりますからね。はい。まあ、とりあえず、その選択肢が
それしかないっていうのがもう怖いですよね。医療の限界というか、はい。治療はもうそれしかないみたいな、いうふうに言われちゃうのが、一番最初に行って、あの状態で病院に行った時に、はい。もうミエは治れませんって言われて、はい。もうここまでひどいとステロイド使って抑えるしかないって言われて、アトピー治りませんって言われて、もうそこから一気にもう信用できなくなっちゃって、そうですよね。なんかもう治す気ないのかと思って、こんなに頑張って治療してますって言ってるのに、なんかもうそこからなんかギアチェンジしたっていうか、私もお医者さんに頼ってばっかりじゃダメだなって、なんか自分の知識とか、ね、アトピーに対してもちゃんと勉強して、なんかいろいろやっていかなきゃなって思って、その中で見つけたのが先生だったんで、黄色ブドウ球菌ね、対法と怪しい治療ですよね。そうです。で、黄色ブドウ球菌の、はい。あもうとりあえずは僕はもう多分心配事はないと思うんで、もう今のあ、本当ですか。を継続してもらって、もう毎日はい。が多分改善していくと思うので、はい。はい。またなんか変化があったらもう全然言ってもらっていいんで、この前ね、送ってもらった写真見ても、もう明らかにはい。比べたらもう全然違うんでね。全然違いますよね。なんね、か、違う。私ももう、見返したんですよ。はい。ほら、なんか3日おきとか1週間おきに送ってたじゃないですか、写真を撮って。で、それをやっぱり今までのがいっぱいあったんで、見返してみたらもう、こんなひどかったのってぐらい、なんそう。か、逆にびっくりしちゃいました。その今の状態が良くなったのも良くなったのなと思うけど、本当にひどかった時のやつを見たら、こんなひどかったんだって思えるぐらい、もう全然違いますね。手とか顔やばかったですもんね。いや、やばいっす。